じゃあ次にマーク7、銘柄選びの柔軟性。決算ニュースの入りでチャートの癖が変わる。で、新しく導入した銘柄のスクリーニング用のプロンプト。これも公開していこうと。要約としては、同じ銘柄なのに、取引したのに、損失損益の差が出てきて、で、なんでこの、大森氏は儲けて、なんで僕が、損するのって、すっごい悔しい。死ぬほど悔しい。なんかゲームに負けたみたいな感じ。任されるような感じがして、僕は嫌。デイトレードの画像を貼り付けて、で、プロンプトで認識させて、で、こんな風に判断を出してくれるっていう。ただそのプロンプトっていうのは、銘柄の動き、これまでを分析して、君はいつもこのプレイ、パンチを先に出してくるだろう？右パンチを出してくる。で、右を2回殴ったら、左でパンチしてくるだろうみたいなのが、分かってるから、予想できるんだけど、こんな感じで決算とか、ニュースとかで出て、参加するプレイヤーがね、変わってるもんだから、そりゃちょっと、チャートの形が変わるよねっていう、プロンプト通りにはならないよねっていう、そこで損したっていうのがね、きっかけで、この、デイトレードをするときに、銘柄選びっていうのはすごく重要で、正常な動きをしてるかっていう、このプロンプトも大切だったんだなと。この時から分かったんだけど、プロンプトっていうのは一つじゃダメだっていうのが分かった。一応ね、YouTuber が銘柄はとか言うんだけど、ほとんどプロンプトで良かったなって。例えばトヨタだったら明日は反発するだろう。そして値幅レンジはここだからそこの結末に向けてデイトレードすればいいな。大きく乖離したところでエントリーすると、で、そこのレンジに戻ろうとするからっていう根拠がある。全部ね、ニュースとかファンダメンタル、テクニカルとか全て見て判断してるわけだから、このプロンプトっていうと、オムニ3でしか判断できなかったかな。ミニハイでもできなくはないけど、少し精度にムラがある。で、僕はこの DNA で同じ銘柄を使って、この人は利益出て、で、僕は損したっていう。許せん。もう、ほんと、嫉妬深いんだよね。で、5月1日時点の感想なんだけど、銘柄の単体のプロンプトはもうほぼ完成と言っていい。銘柄選びのプロンプトも考案しないといけなかったっていうのは、この実践で勉強になったこと。意外とまだまだ時間を要しそうっていうのは、この時思ってた。では、銘柄の重要性をどこで分かったかっていうと、この儲けてるアカウントっていうのは途中でから三菱重工業に切り替えていたんだよね。そこで GPT に分析させたところ、この板の偏りっていうものが、高い圧力が20で大きい偏りがあったから、ここで儲けるのは十分あった。それに対して DNA は比率が 1.2 倍で拮抗しているから、こういう横ばいのチャートになってしまって儲けにくいっていう予想しづらいっていうもの、その中に僕が飛び込んだのかって、そこにプロンプトを打ち込んでも、そりゃ精度が落ちるし、どうあがいても動かないんだから儲かれないよねっていう。だからここの時点でプロンプトの精度にはもう限度があったんですよね。それか、その銘柄選びのプロンプトを組み合わせてっていう画像分析とは違うプロンプトが必要性をすごく感じた。で、1分足のチャートを見ても、この三菱重工っていうのは3本連続のトレンドっていうものが、ほら、ここにも、ここの上がりにも形成されやすいから、もうここで全然大きくエントリーする回数が多かった。それに対して DNA っていうのは、この上行ったり来たりっていうのが、値段のここなんか値段の幅がほとんどなかったから、ここでエントリーできて当たりいったとしても、ここ3円くらいとか全然だったんだよね。ほら、このボラティリティっていうか、この値幅なんだけど、なんか1円前後だから、ちょっとわからん。いや、勝ったとしても大した利益にならない。薄利多売になっちゃったんだよねっていう。三菱重工は 2.5 円のしっかりとした上昇。で、要点をまとめると、三菱重工業は、この3つの条件が全て好条件で揃っていた。で、トレンドも形成していたけど、僕が触っていたその日の DNA っていうのは条件が揃わない、膠着しやすい動きだったから、利益が大きく違ってきたということが分かっただけでも、16,000円の損失は安い勉強代だったね。じゃあ、ここから利益と勝率を分けたポイントは何だったんだろう。ここを分かると、プロンプトに起こすことができる銘柄選びのプロンプトにね、すべて条件が丸の時にエントリーしようという選びの重要性。この大丸さんは今日一番条件が揃う銘柄に飛びついていて、で、それをね、ストックして、常にデイトレードリストみたいなものを作ってると思うんだよね。ヤーマンさんとか、テスタさんとかもね、50銘柄ぐらい監視してるって言ってたしね。で、今回は指摘されたことは、小春もに絞るんじゃなくて、
常に複数のモニターを監視していった歩みね、チャートの3つの条件が揃うものを優先するっていうのが有利じゃないのかなって提案された。じゃあこれプロンプトを組み付けるときエントリーするのにオーバーとアンダーが2倍以上かどうか。つまり大きいトレンドがこれから今起きてるかっていうかな。で、歩みね、これが連続に買いが、売りがそれぞれ10本以上あるか。で、1分足、これが3本以上の高値を切り上げていて、で、トレンドが始まってんのかなっていう。それは安値も一緒で、で、かつその出来高が 1.5 倍以上。わかるかなこの話聞いてるだけだと。この3つの条件が揃った時だけエントリーして、その銘柄に全力に入ればいい。そういう銘柄、プロンプトを作る必要があった。まあ、リスクとコントロールに関しては、それは各々の責任だ。で、利益確定、損切りの自動化。これを行う必要があるかなって。もう結構ね、アダプターした時に、いくらで利益したらいいんだったっけってね、計算できない？もう頭真っ白になる時があるもんだから、まあその方が多いもんだから、利益っていうのはまあエントリーした時から、プラス 0.25 に設定して、で、これ2段階に分けてしまおうとか、そういうプロンプトをね、アップデートで作る必要があるなと。最近コメントをいただいてね、それで、なんとね、これジミニーにも使いますとかいう人がコメントあって、あ、そうなのって、オープン AI のチャット GPT で出力したけど、ジミニーにも、あ、そうか、使えるなって考えたことなかったなって。まあ、とりあえず、勝利と利益を分けたポイント、この3つの要件、すべて満たすものでエントリーするものがいいかな。で、どんな風に出力してくれればいいかなと思って、単純にこれがなんとかであるからなんとかであるっていうと、文字に文字だから、ちょっとわかりにくいから、こういう丸にしちゃいました。丸、二重丸、三角、×みたいな、そういう4段階になった。ちなみに今日のやつ、当時のやつね、出力させると、こんな感じ。全部揃ってるからエントリー丸は揃わないから見送り。って言えば自然と勝ちパターンをつかめるようになります。リスクと管理と、コントロール、ロットのコントロール。それは各々の計算することなんで、まあ僕もこうやって計算したけど、結局なんか今のところ適当でやっちゃってますね。で、これだね。銘柄のスクリーニング用のプロンプト。ここだとちょっと初公開だね。これを話している YouTuber とか、チャット GPT だっけジミニーとかそういうものを取り扱ってる人ってあんまいないね。株と AI を両方やってて、で、かつね、VTuber やってるみたいな、かつ実績出してるみたいな人って、僕見たことないっていうのか、めっちゃどいつもこいつもうっさんくさく感じてしまうんだよね。で、結局、自分で投資だとほら騙されないぞ、もう自分で考えてやるぞと思って、で、GPT に相談するということを繰り返したんだよね。で、このプロンプトを知りたいよっていう人、コピペできる環境にしたい、くれないかなっていう人は、そうだな、コメントくれて、こう書けばいいよ。銘柄スクリーニング用のプロンプトが欲しいです。コメントくださいって言ったら、そこにピタって直接貼り付けようかな。まあ、あんまり多かったらどっか、まあ仮に多かったらこういう風に、イットリンク、このプロフィールの下のあたりにね、貼り付けていこうかなと予定。さあ、適当に貼り付けてもらってもね、改良する余地がないから、一つずつ説明していこうか。あなたは日本株デイトレードの熟練トレーダー兼データサイエンティストです。本日の前場開始直後、まあこの90分以下の3つの条件をすべて満たす銘柄を上位10件まで摘出。まあね、100件出してもね、しょうがないもんね。で、どうやらこれ何件見たのって言ったら230銘柄探しましたとか書いてあるから、結構探すよね。人間だとできないよねって。で、以下の条件、オーダーブックの分析、売りと買いの上位10桁を計算して、で、それが2倍以上の落差っていうかな、差ができていたら、それは大きいトレンドが出来上がる兆候、今、そういう、ね、大きいトレンドが指している時点、まさにエントリーすべきでしょう、みたいなのが成立しているのが、いた条件に組み込んだ。で、歩み値の分析としては、30スティックの成り行き注文をカウントして、で、連続の買い、または連続の売りが15本以上の感じで20丸。この条件がね、揃っていったらピックアップして、みたいな。で、1分足のチャート。実際にそのトレンドができているかだね。3本の陽線、陰線っていうものが出来上がっているか。で、かつ、その出来高が 1.5 倍で賑わっているか。この出来高がちなみに少なかったらどうなるかとか考えたことないかな、君は。出来高が少ないと、既存のいるプレイヤーで株価をコントロールされるリスクがあるんじゃないかなって僕は考えていて。で、新しくやってきた 1.5 倍の勢力に対して、コントロールできるのかって、それよりは一緒に同調して、一緒にトレンドを形成した方がいいよねということで。で、出力のフォーマット。これはみんなが見やすい形でいいんだけど、まあおそらくそれがベストなんじゃないかなって、この20丸とか、文字に文字やっていくと、すごいぐざぐざするし、
じゃあその数字が何%っていうと、それはもちろん誤差があるよねっていうことで。で、また複雑に計算がなってくるから、二重丸、三角、×、その4段階でいいんじゃないのかなって、エントリーとしては十分でしょうと。で、こんな風に出力してほしいと。は、二重丸、板のシグナル二重丸とか、トレンドは上昇が開始している。出来高は 1.9 倍。じゃあ、ちょっと実践してみましょうか。で、出力されたものを貼り付けるとこんな感じになる。まあ、初心者だけじゃなくて、熟練者もね、これ見ると少し時間がかかるんじゃないかな。で、これを分かめてくれて、どれにエントリーするかという銘柄のスクリーニングとしては、すごい上出来じゃないか。貼り付けるだけで、分かるっていうのが。判断力。人間の判断にはね、制限があるもんだから、2万かな ?3 万回かな。で、チャット GPT ってディープリサーチモードって非常に優れたスクリーニングとでも違うし、論理思考のさらに上、評価学習モデル、プラスリサーチ機能って言いましょうかね。で、精度の向上が見込めるケースとしては、自社の DB、なんだこれ、ニュースの記事とか、業績のデータとか、外部の数字を、同時に参照する場合とか、まあ、これいつもと違うチャート形状になりそうだなとか、過去のパターンの失敗パターンを、学習済みの、知見を活かしたい場合とか、でもまあ、僕たちっていうかな、有料でも、月間3万円のやつじゃないと無制限には使えないのかな、多分。で、通常の GPT でも使えるんじゃないかって聞いてみたら、十分に機能すると。DB はデータシステムか。データベース。確かデータベースっていうのは東証証券だったっけ？そういうデータが管理してるところからね、データ引っ張れる人がいるんだったら、連結してやった方がいいんだろうけど、それを持ってるんだったら、精度が上がる可能性はあるって書いてあるけどね。チャートをその都度渡すだけだったら、通常のモードでも十分可能ですと。ここまで言った銘柄スクリーニング用のプロンプトっていうのは、O3 を使うか、ディープリサーチ機能を使うか、もしくは複雑な API っていうのを連結させる必要があるっていうのを求められたりとかするんですよね。だから動作的に非常に不安定だと僕は感じた。だから、なんていうかな。また根本的に視界、カティアっていうのかな。見る角度を変える必要があるなと感じたのが僕、当時だったな。その時にはね、角度っていうのかな。具体的な方法っていうのがわからなかった。まあ、ここで次回の予告にしとこうかな。ここで、マーク8、プロンプト環境の構築。もうここまで来ると、マーク研究の段階も後半に差し掛かっていて、プロンプトも成熟するというか、扱い方が分かってきたって感じかな。で、さっき言っていたプロンプトバージョン 1.5、あんなに先の改良型って思ったけど、まだまだ改良っていうのが必要で、改良としてはトピックスと個別の相関関係をリアルタイムでチェックするっていうね。で、また、この値幅の見直しっていうのが、を採用したっていうのはいいね。すごく、これは今でも、活用している方式だね。ATR ベースの動的の利確の幅。まあ、つまりなんだっていうと、これはアベレージトゥルスラインって言って、動きの平均だね。ボーラが小さい時は幅を狭くして、大きい時は自動で広げるために、相場の勢いに追従できるっていう。だから、プロンプトの値段設定っていうのが非常に正確に機能してくるっていう。で、トゥルースラインを求めるためには、本日の高値、本日の安値を、とか、この3つの記事のうち、最大値を取る。で、14期間。これは14日なのか、分でも別にどっちでも通用するけど、とにかく平均を求めたかった。メリットとしては、相場の流れ具合に合わせて自動調整できるとかね。無駄な逆行にかかりにくいっていうのがすごく大きな改良点だった。これで出来上がったのは画像判別プロンプトのバージョン 1.6 トピックスの相関プラス L 対応。僕が使っている現行のプロンプトとそう変わりないんだよねっていうベースになってる。まあ書いてる時に思ったけど、これって本当に自分とか身内のためだけのとか有料会員のためだけにしようかなと思って、再生回数が振るわないのにこんな公開してもまあちなみにね、プロンプトのバージョンっていうのは 1.8 とか 1.9 とかはあるんですけど、これはね、この銘柄とかに特化したりとか最適化されたやつで、基本的にはこの6が最新っていうか万能型のプロンプトかなっていう。で、この分析のプロセスがね、かなり増えてきて、プロンプトもかなり長くなってきたんだよね。だから、オムニ4では対応できるのかっていうレベルになってきた。それではこんな感じかな。遊びも仕事も全力でやっていきましょう。それではまた君も儲かっていきましょう。バイバイ。